ボンジュール。今日はのんびり散歩動画です。秋晴れの一日、パリの植物園に来ました。敷地には国立自然史博物館や鉱物の博物館などアカデミックな建物も点在しています。パリの真ん中にこれだけの緑がある市民の憩いの場です。プラタナスの並木、一直線に並んでいます。枝のラインもまっすぐになるように剪定されています。パリに来て初めてこれを見たとき、日本とは違う土地に来たのだなと実感したものです。これを撮影しているのは9月の下旬。植物園には夏から秋にかけての花が咲いています。この時期はダリアが花盛り。私の手のひらぐらいの大きさのダリアもありました。この太い柱のようになっている下手、一体何でしょう。はい、答えは朝顔です。朝顔は日本でもおなじみの花ですが、ところ変わればこんな風に随分と佇まいが違っています。この動画をずっとご覧くださっている方の中には、この木に見覚えのある方も多いと思います。これもまた日本人にとってはとても親しみ深い木。何の木かわかりますか？そう、桜の木です。しかも白栲という種類の桜で、植物園でも特に人気を集めている名木です。3月の盛りはこんな風でした。実は今日はちょっと行ってみたいところがあります。それがこちら、植物園の中にある動物園なんです。入り口はこちら。この窓口でチケットを買って中に入ります。動物園で私が一番見たいもの、それは生きている動物ではなくてこの彫像かもしれません。動物園の歴史はとても古くて、現存している動物園としてはウィーンのシェーンブルンのそれに続く世界2番目。1794年に歴史が始まっているそうですから、フランス革命から間もなくのことです。それより前、ベルサイユ宮殿にも王様の動物園がありましたが、革命を生きながらえた動物たちもこのパリの動物園に運んでこられたようです。象やライオン、ラクダなどパリの市民にとってはとてもエキゾチックな見物があるということで、人気になったのは想像に難くありません。動物たちは丸太やかやぶき屋根でできたなかなか絵になる建物を住まいにしています。ベルサイユ宮殿の敷地にはマリー・アントワネットが作らせた王妃の村里というのが今でも残っていますが、この動物園の建物はそれに着想を得て1802年に作られたものだそうです。20世紀になるとヴァンセンヌの森の方に新しくできた動物園に
人気が移ってしまい、こちらの方は随分と目立たない存在になっていきました。とはいえ今でもここには146種類の動物がいるそうです。パリの真ん中にありますが、ツーリストなどにはあまり知られていない、どこか隠れ家めいた場所です。都会の喧騒からしばしエスケープできる、そんな場所かもしれません。金網に入り口と書いてあります。この中には私たち人間も入れるようです。動物たちの安らぎのために引き戸はちゃんと閉めてねと書いてあります。なんとここは大きな鳥かごでした。かごというより鳥たちの楽園に人間の私たちがちょっとお邪魔させていただくという感じですね。橋がかかっています。渡ってみましょう。鳥たちがとっても気持ちよさそうですね。カモの羽ってよく見ると本当に綺麗な色をしてますよね。扉は一度に一つずつ開けてねとカモさんからのお願い。いっぺんに両方開けてしまうと鳥たちが楽園から迷い出てしまうからなんでしょうかね。あら、フラミンゴもいました。こんなに近くでフラミンゴを見るのは私にとって初めてのことです。ちょっと変わった音が聞こえていますけれども、声の主はきっとこの2羽。母親が子供に口移しで餌をあげているんでしょうか。平日の午後、ここに来ている大人たちはなんだかとってものんびりしています。かくいう私も結構な暇人ですよね。あら、カンガルー。寝そべっているポーズがなんだか妙に色っぽいような気がしませんか。カンガルーといえば当然オーストラリアからパリにやってきたわけですよね。オーストラリアっていうのはフランスから見ると一番遠くに感じられる国だと思います。思えば遠くへ来たものですね。私も遠くの国から来た外国人。どうです？あなたは故郷のことを思い出したりするのかしら？そしてこちらはホモ・サピエンス。いえいえ、冗談です。柵の向こう側は植物園。散策をしている方たちです。また最初の建物のところに戻ってきました。ロトンドと呼ばれるこの建物、
ナポレオンの時代にできたもので、彼が制定したレジオン・ドヌール勲章の形をしているそうです。上から見ると先端が5つある五角形、そういえば日本の函館の五稜郭も同じような形ですね。動物園の初期の頃、キリンやゾウなどもこの周りにいたようで、彫刻があるのはその時代の名残でしょう。もう20年以上も前ですが、当時はこの建物の中に入ることができました。今はどうやらクローズしているようですが、ここには見上げるくらい大きな女性の彫像がいくつかあって、そのうちの1体は日本の着物を着た女性像でした。パリで思いがけず着物姿の彫刻に遭遇して、しみじみとした気持ちになったことを思い出します。あの彫刻、今はどこにあるんでしょう。動物園の人気者カバの親子、人間の子供たちはそろそろ家路に着く時間ですね。最後までご覧くださいましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。